ドダイトス解説と無課金評価、ジャスパルと申します。今回は新たな元気オールヒーラードダイトスの能力をより深掘りして無課金視点で解説考察していきたいと思います。ポケモンスリープにおいて元気オールというスキルは間違いなく最強格のスキルなので、ヒーラーそれぞれの強み把握しておきましょう。ドダイトスは食材が強いです。また前回のポッタイシに引き続き進化前のハヤシガメについても動画の最後で触れてみたいと思います。それでは参ります。ということで、まず最初にドダイトスの簡単な総評からお話ししていきます。ドダイトス、文句なく強いと思います。ヒーラーとして十分な能力を備えているので、初心者からずっと遊ばれているリサーチャーまで誰に対してもおすすめできるかと思います。特徴的なのは食材の能力が高いこと、最大所持数が多めなこと、料理好きな方やあんまりアプリを開けない方には心強い一匹です。ただし無課金であればヒーラーが何匹も必要かどうかはかなり諸説あると思っているので、すでにヒーラーがいる方は食材重視で探してみるとか、来年に来そうなトープ EX のためにゲットしたいかどうか考えてみるのがいいんじゃないかなと思います。まだヒーラーを育成していない方であれば最初の1匹として十二分におすすめできるので積極的に狙ってみてほしいんですが、各種ヒーラーそれぞれ違った強みがあるので、どのヒーラーが自分好みの性能なのかっていうのもこの動画でチェックして、ゆくゆくはその子をメインで狙ってみてください。ってことで、スキルの能力も十分高く、ヒーラーの中で最も食材の能力に長けており、最大所持数も多くてスキルや食材をこぼしにくい、まさしくどっしりとチームの土台として活躍してくれそうなドダイトス。チーム的に食材がハマるかどうかも気にしてみてください。めっちゃ強いと思います。ざっくり総評はこんな感じ。それではここからはドダイトスのステータスを確認していきます。全国図鑑ナンバー389大陸ポケモンドダイトス、ナエトルの最終進化系です。メガ進化はなし。大陸ポケモンってことで何かしらの陸ガメがモチーフだったりするんでしょうかね。亀に詳しいニキネ聞いたら教えてください。原作では草地面タイプのドダイトス、ポケモンスリープでは地面タイプでの登場となりました。ハヤシガメまでは草タイプ。地面タイプのヒーラーも初ですが、これまで草タイプにも元気オールのヒーラーはおらず、元気エールのリーフィアくらいだったので、ハヤシガメに注目されている方もいらっしゃるようです。どうやら2000時間リボンでプクリンに近しいくらいの能力になるらしく、草タイプの伝説ポケモンなんかが登場して草統一ができるようになると、さらに注目を浴びる可能性もありそうです。なお進化レベルは14と24。草タイプのパートナーポケモンは最終進化が早めなことが多いですね。ってことで、地面タイプでスキルが得意なドダイトス、地面タイプ初のヒーラーポジションとなりました。地面タイプには1年先輩のラグラージがおりまして、ラグラージは一般ポケモンの中では作中最強と言ってもマジで過言ではないくらいのスペックをしていると思っているので、今後トープ EX で地面タイプがメイン木の実に選ばれた際は、ラグラージとドダイトスのペアが木の実に料理に EX のボーナスもがっつり活かして本当にとんでもない活躍をしてもらえることと思います。ナエトルを探す方はぜひ水五郎も一緒にトープ EX も視野に入れて探してみてほしいなと思いますね。私わけもわからずトープ EX 専門くらいの勢いでお敵のナエトルとか探したくなってます。お手伝い時間は2900秒。地面タイプとしてはちょっと遅めなんですが、食材確率が低めなので木の実 S の相性意外と悪くないんですよね。スキル食材ポケモンにおける木の実 S の相性、最上位勢のジュカインとか海竜とかにはさすがに及ばないんですが、エーフィー、プラスル、バンギラスあたりと近しいくらいの相性の良さがあるようです。本業は元気オールかと思うので、所持数がすぐに埋まってしまう木の実の数 S はアンシナジーな部分もあるんですが、場合によってはご検討ください。何気に地面タイプはみんなそこそこ木の実 S の相性良さそうですね。そこそこですけどね。食材はキノコ、ポテト、生姜。ここがドダイトスを語る上で重要な要素かと思います。元気オールヒーラーとしてキノコを集められるポケモンは初。さらにはポテトも一応ハピナスくらい。生姜も一応クレセリアくらいってことで、元気オールヒーラーが集める食材としてはとても個性的な3種類になっています。これまでにないタイプ。
食材の能力もヒーラーとしてはトップクラスなので、これらの食材を集めるのが苦手な場合やチームの他のポケモンと相性が良さそうな場合、ドライトスはとても力を貸してくれるものと思います。ヒーラーって割とどんな場面でも編成しがちなので、集める食材も結構コツコツ溜まっていくんですよね。今はキノコの汎用性がそこまで高くないかと思うんですが、貴重な食材なのでキノコの今後にも注目したいですね。そして一番の役割、メインスキルは元気オール S。 発動するとチーム全員の元気を回復するポケモンスリープきっての強スキルです。最近始めた方のためになぜ元気回復が強いのか、もうすっごいざっくり解説すると、ラグラージ5匹のチームよりラグラージ4匹とヒーラーの方がエナジー稼げるんですよね。画像の場合ではスキルレベル6にしたドダイトスがスキル確率アップ M を持っていて、1日に 4.51 回スキルを使ってくれている、そんな計算結果なんですが、ラグラージのお手伝い回数が元気の回復によって 1.33 倍くらいになっています。4匹を 1.33 倍にしたらそれだけで5匹分を超えちゃってますし、それプラス微力ながらドダイトスの分のお手伝いも乗るってことで、ヒーラーは基本入れ毒なんですよね。ただし元気は150までしか回復しないので、ヒーラーを2匹編成したからといってさらに強くなったりはしないです。大抵の場合は1匹で十分。その他寝る時に元気が十分なら、育成したいポケモンにバトンタッチして寝かせることもしやすかったり、スキルが上振れて一気に回復できた時はヒーラーの代わりに元気チャージのポケモンなんかをねじ込んでさらなるエナジー稼ぎを狙ったり、シンプルに強い上に遊びの幅まで広がるってことで、まあもうとにかく必須級のスキルになっています。ざっくり解説終わり。そんな感じで基本的にどんな場面でもヒーラーありきでチームを編成することが多いので、必然的にヒーラーの食材が溜まっていき、故に結構重要なんですが、今回ドダイトスの追加によってヒーラーが集められる食材のバリエーションが大きく増えたよと、そんな感じになっています。なので初心者から熟練のリサーチャーまで幅広くおすすめできるんですね。ただしメインスキルレベルをなるべく6まで上げて編成したい元気オールヒーラーなので、何匹も育成するためにはメインスキルの種がたくさん必要ってことで、無課金でヒーラーを何匹も育成するのは手持ちのポケモンが相当煮詰まってきてからでいいんじゃないかなっていうのが私の感覚ですね。人によってはヒーラーこそ重視すべきって方もいらっしゃるんじゃないかと思うので、ぜひそういう方の動画も探してみてください。もし皆さんおすすめの動画があればコメント欄で教えてください。おそらく私は世間的には結構ヒーラーを重視してない方なんじゃないかなって気がするので、特に初心者のうちはいろんな意見に触れてみるのが大切なんじゃないかと思います。私も無課金初期勢っていう結構ピンポイントな属性の人間なので、皆さんご注意ください。まあ何はともあれ、いつの時代も必須級スキル、メインスキル元気オール S でした。最大所持数は27個、500秒早いサーナイトやパーモットが28個なので、ドダイトスの多さがなんとなく伝わるでしょうか。元気オールヒーラーとしては所持数が埋まるまでの猶予が最も長くって言いたかったんですが、先日アップデートによってプクリンが所持数お化けになったので、ドダイトスはプクリンに次いで2番目に所持数の猶予が長いです。ちなみに言うてサーナイトもパーモットもそれなりにしっかり猶予があります。詳しくは後ほどチェックします。各種確率はレノンクスポケスリ攻略ツールさんによると、食材確率 15.6%、スキル確率 4.8%、食材確率は高くないものの食材のエナジーが高いので、元気オールヒーラーとしては最も食材の能力が高いです。まあガチのナンバーワンはクレセリアなんですけどね。スキルの期待値もサーナイトに次いで全体2位ほどの水準があり、申し分ない性能と言えます。出現するフィールドは若草、トープ、ラピス、若草 EX。 睡眠タイプはナエトル、ハヤシガメは草タイプのウトウト、ドダイトスは地面タイプのぐっすり。ナエトル厳選をする場合ウトウト狙いになるかと思いますが、ラピスウトウトがミニ竜含む大激戦区なのと、ラピスにはスヤスヤにラルトスがいるので、メインはトープウトウトで探すことになるんじゃないかと予想しています。トープウトウトにはツボツボも出現するので、初心者のうちはあまり出会えないかもしれませんが、両方とも狙うのも良さそうですね。ツボツボもヒーラーとして最高級の性能を持っています。
スキルの能力だけを考える場合はサブスキルが整っていればレベルはそこまで関係ないんですが、レベル60食材の解放や木の実 S をつけての EX 担当を目指す場合、飴を集められるトープかラピスにどれくらい滞在しそうかという点もナイトルを評価する上で重要になるかもしれません。 EX 担当としてならラグラージやフライゴンも育成できると嬉しいので、トープ滞在が一番ハマりそうですかね。ヒーラーが他にいない場合はどこのフィールドでも編成することになると思うので、気づけば勝手にレベルが上がっているかと思います。飴集めについてはあまり気にしなくてもいいでしょう。とステータスについてはこんな感じ。ヒーラーとしての能力は申し分なく、他のヒーラーもみんな魅力的なので誰を選んでもらっても後悔しないかと思います。初期勢目線では選択肢が増えたことが嬉しいですし、初心者の方にはトープでも強力なヒーラーを探せるのが魅力的なので、出現した際はぜひ狙ってみてください。そんな食材強めでトープ EX で特に活躍しそうなドダイトスのステータスでした。それではここからはドダイトスの能力、計算ツールでより詳しく見ていきましょう。まず最初に厳選基準というか、ドダイトスのサブスキルは何が相性がいいのかざっくり把握して、その後で他のヒーラーと比較していきます。そして最後に林亀についてもちょっと触れてみます。ってことでまずは相性のいいサブスキル、サーナイトとドダイトスたちにお集まりいただきました。全員スキルレベルは6。サブスキルはサーナイトはスキル確率アップ M のみ、ドダイトスは全員スキル確率アップ M を持っていて、真ん中がお手伝いスピード M、4番目がスキル確率アップ S、5番目が最大所持数アップ S をそれぞれ追加で持っています。レベルは70、性格は無補正。元気の設定は現実的で、回復は自身の元気オールのみ。睡眠時間9時間3食付き毎秒タップの設定です。ってことで見ていくんですが、まずヒーラーとして最もスキルの期待値が高いのがサーナイトです。今回の設定だと1日 4.59 回ほど、一方ドダイトスも 4.51 回ほどと最強のサーナイトとそこまで差がないみたいです。すごい。ドダイトスは所持数が多めなので、一括睡眠9時間想定だとほぼサーナイトくらいのスキル期待値を叩き出せるようですね。なお一番右の所持 S ドダイトスが期待値 4.59 回でサーナイトと同じになっています。所持数のサブスキルがなくともかなりの時間所持数に猶予があるドダイトスなので、所持 S があればもうそれだけで寝ている間の9時間では所持数が埋まらなくなるみたいですね。ただしドダイトスにとっては食材 AAA が最も食材数の少ないパターンなので、実際はもう少し所持数が埋まるまでは早いかと思いますし、お手伝いスピード系のサブスキルがあればもっと早まりますし、お手伝いボーナスなどでも早まります。しかしながら所持数のサブスキルはやはりそこまで重要度が高くないと言えるでしょうね。お休みリボンもありますしね。ってことで所持数は優先度低めで OK でしょう。強力なのはお手伝いスピード M、 スキル確率アップ S。 最もスキル期待値が伸びるのはお手スピ M ですね。当たり前なんですが、お手スピアップは食材の能力も底上げされるので相性がいいと言っていいでしょう。ただしスキル確率アップ S も所持数に猶予があるので効果高めになっています。ってことで狙いたいのはスキル確率アップ M とお手スピ M とかお手伝いボーナスとか、そっちの方が強いですが、スキル爆盛りもかなり強力ですね。また木の実の数 S や食材確率アップはどうかというと、左から2番目木の実 S は前述の通りそれなりに相性がいいものの、スキルの期待値や食材の量は 10% 程度減ってしまい、ドダイトスのヒーラーとしての強みの部分を削ってしまう形になるので、汎用性を落としてトープに特化させたような形になりそうです。右側の3匹は食材確率アップ M を持ってもらいました。食材的に一番強いのは AAA オールキノコですね。ヒーラーとして最も食材の能力が高く、スキルポケモンの中でもかなりの食材力を有するドダイトスなので、食材確率アップは一定の評価はできるかと思います。ただしこちらもその食材を使わない時には不要な能力なので、木の実 S に似た感じで明確に役割がある場合に採用されるって感じでしょうか。食材が噛み合っていてそれがチーム単位で苦手な場合などは検討してみましょう。そんな感じでドダイトスと相性がいいサブスキルはスキル確率アップ、お手伝いスピード、
その他木の実 S や食材確率アップは明確に狙いがある場合に採用されそうです。所持数アップは優先度低めで良さそうです。その他ヒーラーの特性として編成機会も多くなりがちで、味方のサポートが主目的なのでお手伝いボーナスは最高級。元気回復は元気が減る前に行う方が強力なので一緒に寝ることも多くなりがちで、睡眠 EXP ボーナスなどもとても高く評価できるでしょう。無課金的にはスキルレベルアップも助かりますね。そんな感じで採用したいドダイトスの役割に合わせて探してみてください。相性のいいサブスキルでした。さあそれではここからはドダイトスと他のヒーラーを比較して強みや弱みを探っていきましょう。元気オールヒーラーの皆さんにお集まりいただきました。ドダイトス、サーナイト、パーモット、ツボツボ、プクリンにお集まりいただきました。全員レベル70、スキルレベル6、スキル確率アップ M のみ持たせてあります。性格無補正、食材 AAA、 それ以外は先ほどまでと同様です。ってことで見ていきましょう。自分好みの性能のポケモンを探しながらご覧ください。まず最も重要なスキルの期待値から。サーナイトが1位でドダイトスが僅差で2位、ちょっとだけ差が空いてパーモット、ツボツボ、プクリンという順番になっています。とにかくスキルを追い求めるならサーナイトかドダイトスがおすすめでしょうね。なおこのスキルの期待値は睡眠時間9時間の設定によって下がっている部分があります。要するに所持数の問題。しかしながらヒーラーは一緒に寝ることも多く、お休みリボンもつけやすいと思うので、全員お休みリボン2000時間を装備させてみるとこんな感じ。もともと所持数の多かったドダイトスとプクリンはスキル確率アップ M のみのこの設定ではそこまで変化せず、なんならプクリンは全く変わってませんね。一方サーナイト、パーモット、ツボツボはちょっと強化されており、パーモットとツボツボはドダイトスに迫る勢いです。こんな感じでサブスキルやお手伝いボーナスの有無でもまた変わってくるんですが、基礎的なスキルの能力はサーナイトが最も高く、ドダイトス、パーモット、ツボツボはそこまで差がないって感じになっています。面白いですよね。こういうところまで加味すると、とにかくスキルを重視する方はサーナイトがおすすめで、毎日一括睡眠で100スコア取りますという方であればドダイトスも悪くなさそうくらいな感じで認識しておくと良さそうです。ってことでスキルナンバーワンはサーナイト、ドダイトスは2番手でした。続いて木の実の能力。木の実の能力が最も高いのもサーナイトですね。次いでパーモット、ドダイトス、プクリン、ツボツボ。ツボツボはぶっちぎりで低く、なんと全ポケモンの最終進化系で堂々のワースト1位になっています。木の実の能力を捨て去ってスキルに全振りしたのがツボツボって感じで、原作同様すがすがしいほど尖り散らかした能力になってます。ツボツボはここまで木の実の能力を落とすことでヒーラーとしての性能を落とさず木の実ジュースを生成できるという個性を得ている感じでしょうね。ちなみに木の実ジュースは使うと元気が20回復するいつでも使えるアイテムです。所持上限5つ。このツボツボで1週間丸々編成していれば5個ほど貯まる感じですね。そんな感じでちょっと話が脱線しましたが、木の実の能力はこんな感じ。個人的には木の実 S のパーモットを育成しておりまして、ライコーとの相性が抜群なのでとても活躍してくれています。使いどころはあるって感じ。さすがにツボツボにはおすすめしませんけどね。ってことで木の実の能力はサーナイトが1位、ドダイトス3位でした。続いて食材の能力。これもバカにならないんですよね。食材の能力はドダイトスが1位でパーモットが僅差で2位、プクリン、ツボツボ、サーナイトと続きます。2冠のサーナイトがここで最下位ってことで、サーナイトは食材の能力を削って他を高めていたんですね。食材はドダイトス、パーモットの2強って感じ。それぞれの食材に出番があるので誰が強いってわけでもないような気がしますが、やはり比較的集めづらいキノコとカカオを持つドダイトスとパーモットは特徴的ですね。ってことでドダイトス食材の能力では1位です。といった感じで能力見てきましたが、なんとなくでも全体的に把握できましたでしょうか。これを超ざっくりまとめると、食材強めで貴重なキノコ、所持数多めで全体的にハイスペックなドダイトス。木の実とスキル最強。食材は得意じゃないけどコーンとネギは特徴的。エスパー統一でも活躍できるサーナイト。
食材強めでハイスペック、ライコーとの相性も抜群なパーモット。木の実は堂々ワースト1位、能力のほぼ全てを専用スキルに注ぎ込んだ木の実ジュース製造機ツボツボ。アップデートで所持数最強プクリンって感じでしょうか。ということでみんな強いプクリンもこの中では一歩を取りますが、私はプクリンと6000時間以上一緒に遊んできており、今でもメインヒーラーなので普通に強いと思っています。さすがにおすすめはしませんけどね。特に好きなポケモンがいればぜひその子を探してあげてください。ってことで、食材強め、所持数多め、全体的にハイスペックなドダイトスでした。それではここまでを踏まえてドダイトスの最終的な評価を考えていきたいと思います。まず性能面、文句ないかと思います。スキル期待値も十分高く、所持数も多めで私好みでもあります。食材に特化させたり木の実 S を持たせても一定の強さがあるので、すでにメインヒーラーのいるリサーチャーであってもチームにはまる形で採用できそうなので、見どころたっぷりですね。おそらくトープ EX が来年実装されることになるでしょうから、気になる方は早めにゲットしておきたいですね。シアン EX にはおそらく出現ないでしょうし、アンバーの次のフィールドで出てこない場合はなかなか探すのが大変になるかもしれません。まあトープ EX そのもので探してもいいんですけどね。そんな厳選育成面においてはトープウトウトでは特に探しやすそうで、ここも評価高め。ウトウトでもぐっすりでも飴を集められますし、ラピスではそのうちラピスぐっすりの最終枠にドダイトス星3が入るでしょうから、飴集めも比較的狙って行えそうなので、ここも悪くなさそうです。ただし他のポケモンに比べて優位性が大きいかというと、ウノハナとゴールドのスヤスヤで探せるパモ、ラピスヤスヤで探せるラルトスもそれぞれ優秀かと思います。ツボツボはゲットしづらいですが、トープでナエトルと一緒に探せますし、多分もうじきトープウトウトの最終枠に入ると思うので、熟練のリサーチャーなら探しやすくなるかも。このあたりも割と誰を選んでも良さそうな要素ではありますね。みんな結構優秀な気がします。ってなると初期勢目線ではやはりトープ EX でのラグドダコンビがめちゃくちゃ強そうに思えてしまうので、ラグラージの評価がドダイトスの評価に影響しそうな気がします。ラグラージの評価が低い人っているんですかまあ水五郎族が基本的にはトープでしか出現しなくなったので、水五郎厳選が終わっていない場合、今後トープに行くかどうかがナエトルの評価にも影響を与えそうな気がします。私のサブアカ水五郎厳選終わってないんですが、トープ行くかな8月10日シアン EX にももしかすると水五郎の姿があるかもしれないので、 3.6.0 アップデート前まではシアンにも水五郎たち出現してましたのでね、そこで探したいなと思います。水五郎はナエトルはナエトルはトープ EX で探しますってことでばっこり話が脱線してしまったんですが、初心者の方にはその性能と厳選育成のしやすさから十二分におすすめできますし、飴を集める機会も飴人気もそれなりにありそうな気がしますし、熟練のリサーチャーであればそれぞれ狙いたいドダイトスっているんじゃないかと思うので、普通にめっちゃ評価高いですってことで、私の中ではなかなか評価が低くならなそうな感じにまとまってしまったので、ぜひ皆さんからいろんな角度の意見をお聞かせいただけますと幸いです。一旦無課金パル的には十分強いし、飴もたまりそうだし、トープ EX のメイン木の実前提ならスキルレベル5でいいかもだし、トープ担当としてどこかでは狙いたいポケモンってことで評価しておこうと思います。皆さんのドダイトス評価もコメントお待ちしてます。それでは最後に進化前の林亀についてざっくりチェックしてこの動画締めていきたいと思います。ということで林亀たちにお集まりいただきました。全員スキルレベル6、スキル確率アップ M を持っています。それ以外はこれまで同様。左から2000時間リボンナエトル、ただの林亀、500時間林亀、2000時間林亀、プクリンとなっています。ってことで2000時間林亀ほぼプクリンってことで活躍させてあげられるとは思います。私もプクリン使いですし。ただプクリン自体がヒーラーの中ではちょっと控えめな性能なこと、
2000時間までは当然そこまで強くないこと、進化しないことでスキルレベルの上昇が行われないことなどの要素から、さすがに無課金で2000時間林亀はかなり愛の領域なのかなという感じはしました。ただリーフィアと比べると役割が違うものの、総合的な回復力ではただの林亀でも上回っており、 EX で草タイプがメイン木の実に選ばれた場合は、2000時間林亀ならデバフのあるサーナイトよりスキル期待値が大きいみたいなので、活躍の機会なくはないかと思います。いろんなタイプのヒーラーを取り揃えたい場合はやってみる価値はあるかもしれません。そんな感じでしょうか。ってことで林亀はぽったいしほど現実的ではないのかもしれませんね。ということで地面タイプ初のヒーラードダイトス、東部 EX が来ればその時また評価を上げそうな気がするので、ぜひ狙えるタイミングで狙ってみてください。そんなドダイトス解説と無課金評価でした。これにて信号御三家3匹の強さをそれなりにしっかり理解できたかと思います。3匹分やってみて、今一番狙うべきはやっぱりドダイトス、ナエトルなんじゃないかってちょっと思いつつありますすでに3周年フェスも終了目前なんですが、終わったら早々にシアン EX が来るので、果たしてナエトルを探すタイミングは今後訪れるんでしょうか。アンバーの次のフィールドに期待したいと思います。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画の拡散につながりましてとても助かります。いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。それでは3周年フェスが終わってからも信号御三家みんな狙える時に狙っておきましょう。私のサブアカでは宝縁御三家の厳選は1匹たりとも終わらなかったので、信号御三家はよろしくお願いします。皆さんにも素敵な出会いがあることを願ってます。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。